ちは。私は将棋を流行らせたい妖精のはにみちゃんです。今日は駒の動き編、王将よ。構成はこんな感じよ。じゃあ早速動き方を見るわ。シンプルね。8方向1マスずつよ。馬の意味も簡単よね。王様よ。お互いに1枚しかないこの駒が取られたら負けだから、大事にしたいわ。よく見たらこれ玉？そう、玉将。実は将棋では王将よりも玉将の方がメジャーなの。なんで点がついて玉になってるのかと思うわよね。実はこれ玉将の方が先なの。将棋連盟の公式ページにも書いてあるんだけど、発掘された一番古い駒が玉将ばかりで王将はないらしいわ。じゃあ玉将って何なのかしら。玉っていうのは宝物って意味なの。つまり宝物を守っている将が玉将。将棋って実は宝物の奪い合いゲームだったと考えると、ちょっと将棋のイメージが変わったんじゃないかしら。玉将との違いは何なのかというと、どっちも扱いとしては同じ駒よ。目上の人や強い方が王将を持つことが多いわ。呼び方だけど略して玉って呼ぶわね。王将を指しても玉って呼ぶことがほとんどよ。自分の玉将のことを自玉、相手の玉のことを相手玉、先手玉、後手玉って言い方もするわね。次は改めてこの駒の動きを振り返りましょう。8方向動けるだけあって隙がないわ。だから相手の玉を取るのって意外と大変なの。基本的には2枚以上の駒を使わないと勝てないと思った方がいいわね。さて、最後に玉や王にまつわる言葉を簡単に紹介するわ。まず、王手。これは聞いたこともある人も多いんじゃないかしら。次に王様を取っちゃうぞという手のことね。勘違いしてる人がかなりいるんだけど、王手っていう必要はないわ。むしろ友達同士とかじゃないと嫌がられるかもしれないから注意よ。玉手でもいいと思うんだけど、なぜかこれは王手っていうわ。で、これに関連して王手は追う手って言葉があるわ。まあ簡単に言うと、下手くそな王手はただ追いかけるだけの手って意味よ。玉が全然捕まらないっていう初心者あるあるを体現した格言ね。かなり強い人でもたまに歩かすから安心していいと思うわ。次は玉の早逃げ8手の得。早逃げっていうのはピンチになる前に先に逃げるテクニックのことなんだけど、ぶっちゃけこれできる人めちゃくちゃ強いわ。プロが指したら盛り上がる瞬間ね。ただどっかの将棋 YouTuber が8手も得しないって言ってたわ。気持ちの問題なのよ。次はもうないの？他の駒と絡めたものが多くて玉単体では意外と少ない？そうなのね。ああ、おまけだしいいわ。じゃあ今回のまとめはこんな感じね。次回は小休止。将棋の祖先について語るわ。みんな将棋ってどこの国で生まれたものか知ってるかしら。将棋そのものは日本のオリジナルなんだけど、元になったゲームは実は、みんな見てくれてありがとう。バイバーイ。